はい、今回はですね、皮膚のたるみについて紹介していこうと思います。アバン東京クリニックの森脇です。当院でメインで行われている治療はボディの脂肪吸引、あと補強ですね、といった施術なんですけど、その時にね、やっぱり一緒に考えないといけないのは、どうしても皮膚のたるみですよね。脂肪筋だけじゃなくてダイエットでもそうなんですけど、必ず考えないといけないのはたるみですね。で、たるみっていうのはどうして起こるかって言われると、やっぱりね、どの部位でもそうなんですけど、皮膚のたるみっていうのは出ます。本当に代表的なのは、脂肪によって長年ずーっと抑え続けると、皮膚の、弾力繊維ですね、こういうたるみビヨーンって伸びずに皮膚に張りがある状態っていうのは、タンパク質のコラーゲンとエラスチンっていうのが関わっています。そういうものが、皮膚の支持組織として働いて弾力性を保ってるんですけど、ずーっとですね皮下脂肪にね押され続けてしまうと、そういうコラーゲンとかエラスチンっていうのはタンパク質なので物理的に壊されていくんですよね。タンパク質っていうのはね、一度壊れて変性してしまうともう二度と元には戻らないんですよね。そこで一度壊れて弾力性が失われた皮膚が、例えばですけど脂肪吸引で一気にそこの脂肪がなくなってしまうとか、あとダイエットで例えば100キロの人が50キロに劇的に変わってしまったりとか、骨切りとかね、エラボトとかもそうなんですけど、こうグーってやった時の抗筋でずーっと押されてたところをエラボトして抗筋が薄くなって空洞ができたりとか、骨が出っ張ってて押されてたものが骨を切ってなくなってリダクションすることによって空洞ができたりとか、そうすることによってたるんだように見えますね。これはね、その施術によってたるんだっていうよりは、もうずっと押されててたるんでいたものがもう表面化するって言った方が正しいかなと僕は思いますね。なのでたるむ原因っていうのはそういった物理的刺激、重力とかもそうですけどね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかこのマリオネットラインとかね、女王ラインとかね言われるところっていうのはこう下に垂れ下がってるじゃないですか。あれはもう重力のせいですね。どんどん皮膚もね重力によってちょっとずつ押され続けて長年押され続けるとね、エラスチンとかコラーゲンとかいうタンパク質が壊れて皮膚の弾力性がなくなって下がって見える。ダイエットも同じですね。長年脂肪で押され続けてたものが急になくなって、皮膚がたるんだように見えるっていうのが、たるみの原因ですね。たるみ治療のね説明をする前にね、たるみ人の特徴っていうのを紹介しようかなと思いますね。はい、まずはね、さっき言ったようにね、劇的なダイエット、これがね本当にね今まで見えてなかったものが表題化するというところでね、一番のたるみを実感する原因かなと思いますね。さっきも言ったんですけどね、世界仰天ニュースとかでね、100キロの人が50キロに痩せてた後にね、お腹のたるみがすごい気になってる、なんかビヨーンって伸びてるのを見たことがあるとは思うんですけど、やっぱりどうしてもね、さっき言ったようにずーっと押されてたものが一気になくなるとここが空洞化するので、それで一回伸ばされて戻ればいいんですけど、もうずっと長年押され続けてたので、もうコラーゲンとエラスチンが壊されてるので、もう戻らずにこの分が伸びてたるみが出たように実感してしまうっていうのが一番あるものかなと思いますね。 GLP-1 作動薬マンジャラとかでね、10キロ20キロね劇的に数ヶ月で痩せたっていう人が報告を結構ねしてくれる人がいるんですけど、やっぱり10キロとかねいきなりボンって痩せちゃうと二の腕とかもね伸びたように見えるんですよね。そういったところはね原因かなと思いますね。なのでやっぱり劇的な体重減少、体重の増減っていうのは結構たるみのリスクですね。これに加えてね、脂肪吸引でもねやっぱりたるみが出る理由っていうのはもうダイエットと一緒ですね。長年そのずーっと押されてた脂肪が一気にね、例えば二の腕だと大体僕が思うには大体 600cc 以上取れた場合はちょっとたるみに注意しないといけないかなと思います。純脂肪でね300とかねそれぐらいで、受けてくれる方はほぼたるみは気にしなくていいかなと思うんですけど、やっぱり 600cc 以上とか太ももで 2000cc 以上、1500cc 以上かな取れたりする場合はやっぱり内もものね付け根のところがちょっとたるんだりとかね、二の腕もこの付け根の前側がねちょっと伸びたり感じる場合があると思うので、そういったね皮膚以外の組織ですね、骨とか筋肉とか、エラボトもそうですね。エラボトでなんかたるんだとかいうことを聞いたことあると思うんですけど、やっぱり長年押されてたものがなくなるとたるんだように感じるんですよね。それと一緒で脂肪も一気にたくさんの脂肪がなくなるとそこが空洞になるので、それが伸びてたるんだように見えるっていうのがありますね。最後は加齢ですね。やっぱりそのずっとね長年どれだけね長年押され続けたかっていうところでね、たるみの程度が変わってきますね。やっぱりどうしても20代前半とかでね脂肪吸引受けてくれる方っていうのはね、結構ね800とか二の腕でも取ってもあんまりたるまないこともあるんですよね。ただね50歳とか60歳でやっぱり、600とか500とか少ない量を取ったとしてもちょっとねやっぱりたるみがね出る方もいるんですよね。そういったやっぱり長年ずっと押され続けてしまうと長年のね蓄積があるのでね、物理的に、壊された、皮膚のたるみっていうのが現れることがありますね。臓器炎はね慎重には受けてほしいんですけども、絶対やるって決めてるならもう早く受ける方が僕はいいと思いますね。それの一つの理由としてはやっぱりね早く受けた方がたるみの原因となる物理的破壊の期間が短いっていうのがね
一つあると思うんでね、そこはね早く受けるメリットはあるかなと思うんで、ぜひね脂肪吸引も絶対受けるって考えている人はなるべく早く受ける方が僕はいいかなと思います。特にね結構ね本当に19歳、高校生以下高校生卒業するまでは僕はね美容施術はしない方がいいとは思ってるので一応禁止にはしてるんですけど、高校卒業した18歳19歳とか20歳とか、大学生ぐらいの方はね本当に受けてもらえるとかなりね綺麗になる確率っていうのが高いので、ぜひね脂肪吸引とかをね考えている人は早めに受けれるなら受けた方がいいかなと思いますね。後戻りもねしないというところも一つのメリットだと思うので、そこはね早めに受けれるなら受けた方が僕は個人的にはいいかなと思って推奨しています。はい、ということでねここからがねたるみ治療のね、治療法なんですけど、当院でね、主に4つ、取り入れてますね、たるみ治療に関しては。はい、でその4つをちょっと紹介していこうと思うんですけど、まず1つ目が脂肪をそもそも取りすぎない、これちょっと後で説明します。2つ目が高周波治療、最近だとね美容皮膚科施術流行ってきてますよね。で3つ目が、ボディでも糸リフトで、最後で4つ目ボディの石灰リフト、この4つを、主軸に考えています。なのでこの4つを1つずつ解説しようかなと思いますね。まず1つ目、これ取りすぎない、これね結構ね僕が大事な考え方だと思いますね。やっぱりねこの部位でもそうなんですけど、例えば僕は結構ねカリカリ脂肪筋とか言ってるんですけど、実はねあれね浅見1層残してるんですよね。しっかりと残しても綺麗に見えるラインっていうのがあるので、そこで作ってあげることが一番綺麗に見えるコツかなと思いますね。本当にね脂肪筋のボディでたるみやすい部位、シワシワになりやすい部位っていうのは結構決まってるんですよね。でそこが例えば二の腕だと二の腕の振り袖の前側、太ももだと内ももの付け根、あと膝ですね、膝はもう吸わないようにしてますね。っていったところは膝はシワシワになりやすい、太ももの付け根のところは吸いすぎるとシワシワでビヨンと伸びやすい、ここもシワシワで伸びやすいっていうのを取りすぎちゃいけないところっていうのは決まってるので、そういうところはねあえてねちょっと質感を残すために脂肪層の浅み1層残すとかね 1.5 層ぐらい残すっていうことをあえてやってますね。で例えばですけど、本当にね太い人でね太ももで 3000cc 以上取れたりとか、二の腕で 800cc、900cc 以上取れる場合はもう全部をがっつり取っちゃうと結構シワシワになる場合があるんですよね。たるみ治療を併用しない場合はそういった方はねあえてもう本当に 1.5 層ぐらい残してちょっと質感を重視して脂肪吸引やった方が総合的に見るとねちょっと残ってる感じはあるかもしれないんですけど、綺麗になることが多いですね。でそういった方にね脂肪が多くつきすぎてる人にがっつり取りすぎると逆にね筋肉にも脂肪がつくのでボコボコして見えるっていうのがあるんですよね。なのでそういった方は脂肪吸引である程度取って術後にしっかりダイエットも併用してもらうっていう考え方が結構大事かなと僕は思っていますね。なので1つ目はこれね結構ね本当に大事な考え方なんですけど、あえて、脂肪を残す、最大限残しても綺麗に見える部位でしっかり取った方がいい部位っていうのを決めてメリハリのある、施術を心がけていますね。次に高周波 RF 治療ですね。これは本当にね最近の流行りの主流でもう海外とかでもねかなり使われている施術ですね。で僕はねちょっとね欧米とかの施術も結構見ているので、当院でね、2つね、強い高周波の機械をね導入しているんですけど、1つがねインモードのねモーフィウス8バーストってやつで、もう1つがねプロファウンドマトリックス RF っていうねこの2つの、高周波の治療の機械を入れてます。どっちもねマイクロニードル RF って言って細い針を実際に刺して真皮層、モーフィウス8はね 7mm まで刺して、プロファウンドは 3.5mm なので、モーフィウスは脂肪層まで届く、プロファウンドは本当に真皮だけ特化した皮膚の、たるみに特化した施術なんですけど、実際に針を刺して、熱を加えて、最適な温度ですね、コラーゲンとエラスチンを生成する、最適な温度っていうのがあるので、そこの熱を加えてあげてちょっとしたシワッと感ですね、例えば脂肪吸引とかねした後ねちょっとここら辺シワッとした感じ出る人いるんですけど、そういったねシワッと感とかにはねかなり効果的になると思う。一緒にやってあげてもいいですし、術後にちょっとシワシワ感が気になるとかちょっと伸びた感じが気になるって場合は術後のアフターケアとして取り入れることもありますね。またモーフィウス8っていうのはね本当にさっきも言ったように 7mm までさせるので、浅めの脂肪層まで届けれるんですよね。浅めの脂肪層と真皮層まで届けれるので、脂肪吸引と併用して、行うことで深めの脂肪層、中間層、浅めのちょっと深い層までは脂肪吸引で取れるんですけど、ギリギリ浅めの層を加乳でゴシゴシしちゃうと血管をね傷つけて色素沈着とかね血流障害のリスクになるので、そういったところはねあえてねちょっと触らずにやった方が質感が綺麗に保ちやすいので、脂肪吸引で取れる層とモフィウス8で届けれる層両方へ行ってあげることで全方位、全層カバーできるっていうところはねモフィウス8の強みだと思うので、結構ねしっかりと脂肪層にも効かせたいっていう方は、モフィウス8本当に、たるみ特化で行いたいっていう方はプロファウンドを僕は提案してますね。どっちもねいい治療なんですけど、結構ね
痛いんですよね。僕もたまにやってもらうんですけど、針刺して細い針なんですけど実際に刺して熱加えるので熱いし痛いしっていうので、脂肪筋併用してね行った方が寝ている間に行えるのでいいかなと思うんですけど、本当にね全身やりたいとかいう場合は静脈麻酔で寝てもらって、その間にモフィウスやプロファウンドを全体的に当てるっていうのも可能ですね。またやっぱりね結構ね効く治療ではあるんですけど、やっぱり皮膚科の施術なので個人差がかなりあるかなと思いますね。1回でね効く人、劇的に変わった人とかもいるんですけど、やっぱり3回4回やって徐々に変化が出てくる治療だと受けてもらった方がいいので、そこはね皮膚科施術の一つのね、メンテナンスと思ってね定期的に受けに来ていただければと思いますね。あとはねやっぱり色素沈着がどうしてもね針刺して熱加えるのに出る可能性があるので、そこがねやっぱり欠点ではあるので、ちょっと色素沈着が出た場合はね数ヶ月単位でね見ていかないといけないのと、あとかさぶたなんて痒くなったりすることもあるので、でその時にね書いたりすると、僕ちょっとお腹かいてね色素沈着治るの半年か7ヶ月ぐらいかかったんですけど、そういったデメリットはありますね。いろんなね高周波の治療あるんですけど、ボディのね高周波の中で一番僕がいいと思っているインモードモフィウスとプロファウンドマトリックスっていうのを入れているのでね、この2つどちらかやっとけば高周波のたるみ治療は間違いないかなと思いますね。3つ目が糸リフトです。糸リフトっていうのは結構ね顔でメンテナンスで入れる人多いと思うんですけど、僕はね脂肪吸引と併用するこの糸リフトっていうのをタイの国際美容外科学会でも発表したんですけど、これねあんまりやってるクリニック少ないんですけど、かなりいい施術で、脂肪吸引の後ってダウンタイム中に拘縮っていう硬い反応が出るんですよね。海外ではファイブローシスって呼ばれていて、繊維化反応ではあるんですけど、空洞になった組織に治療の過程でさまざまな細胞が集まってきて、そこを治癒しようとする反応が起こるんですよね。硬くなる前に、入れてあげてグッと引っ張ってあげて、拘縮が起こった時に繊維化反応を利用してあげると結構ね皮膚にロックがかかるんですよね。でそのロックがかかった状態で、拘縮が終えた後に、例えば糸って1年半ぐらいで溶けるんですけど、溶けた後もね結構ずっとロックかかってる、いわゆる癒着というのが起こるんですよね。癒着目的で行うのがこのボディの糸リフトですね。なので僕はね原則脂肪吸引と一緒じゃないと意味がないので、脂肪吸引の後に、例えば3ヶ月後6ヶ月後に行うっていうのはやってなくてですね、脂肪吸引と一緒だからこそ意味がある施術かなと思いますね。でこれねとてもいい施術で、例えばお腹の縦へそとかね、やっぱり脂肪吸引と一緒にやりたい人とかもいると思うんですけど、本当にね脂肪吸引やってあげて、一緒に糸で縦に引っ張ってあげて縦へそを作ってあげるとずーっと縦なんですよね、へそが。そういったねところもあるので、ぜひねのおすすめの治療かなと思うので、脂肪筋やる人はね一緒にやるなら僕は糸リフト結構おすすめかなと思うので、ぜひ気になるところね、さっき言ったこの二の腕の振り袖のところとか太ももの付け根のところ、あるいはねお腹もねやっぱり横にね線が入ったりするので、縦にね引っ張っといてあげるとねたるみも出にくいっていうのはあるので、そういったところでね、ボディの糸リフト、脂肪吸引と併用するのは非常にありなんじゃないかなと思いますね。最後は切開リフトですね。これはね当院結構ね行っているもので、二の腕とかもね1000以上取れたりとかね、年齢ですよね、50歳60歳超えてくる人にがっつり脂肪を取ってしまう、糸だけではどうしようもないたるみっていう重度のたるみの人とかもいるんですよね。あとは産後でちょっとシワシワになった妊娠線とか強く出てしまった方で、他の脂肪を吸引してシワシワになったりしまったりした時に、その帝王切開の傷跡に沿って皮膚を切除するっていう、タミータフとかそういった施術になってきますね。でこれがねやっぱりね根本的な皮膚のたるみの治療にはなるかなと思います。原則ね一度たるんだ皮膚っていうのはね、軽度のシワシワ感とかだったらね高周波の RF 治療とかでねちょっとコラーゲンとかエラスチンを新しく作ってあげると改善することはあるんですけど、もう本当にビヨーンって伸びるような完全に伸びきった皮膚っていうのは、そういった高周波で元のように戻るっていうのは絶対にありえないので、そこはねもう本当にたるんでしまったものはもう切るしか今のところないですね。あと妊娠線とかもね普通出てしまうとね、もう今のところ治療法はないので、そういったところを、実際にボディとかでもね二の腕を余った皮膚を切ったりとか、お腹の余った皮膚切ったりとか、最近でね多いの欧米の人中心なんですけどね、バストとかもねやっぱりどうしても垂れてくるんですよね。その垂れてしまった胸を切って元の位置に戻すマストペクシーっていうね乳房吊り上げとかね、皮膚を切開することによってたるみを除去するっていう、治療が、結構ね当院ではね、他のクリニックと比較するとダントツに多い治療にはなるかなと思いますね。ただこれね本当に1点気をつけないといけないのはやっぱり傷跡ですよね。欧米の人と比べるとねどうしても日本人アジア人とかねやっぱりその、黒人とかもそうなんですけど、白人の人と比べるとどうしてもちょっとケロイドとかね不公正犯行のリスクっていうのが高まるっていうのが結構ねあるんですよね。
でやっぱり傷跡に関して結構日本人センシティブであるので、どうしてもねもうゼロにはならないんですよね。こう脇に沿って作る傷だとしてもシリコンバッグと違って結構しっかりと防水円状に切って縫うので、ちょっとしたこうグッとしてあげたりしただけでも傷が理解したりする可能性とかもありますし、あとちょっとねやっぱりねお腹とかもそうなんですけど、血流が悪くなったりすると、そこが皮膚がねちょっと血流障害が起こったりとか、傷跡がちょっと治りが悪いっていうのはリスクとしてはどうしてもありますね。リスクが一番大きいものが切開なんですけど、やっぱり劇的に変えるとなるとやっぱりボディでも切開リフトが一番かなと思うので、このね切開リフト最終手段だと思って選択肢の治療として検討してもいいかなと思いますね。もし脂肪筋と併用するなら1番あえて残す、2番高周波治療インモードモフィウス8とかプロファンドマトリックス、3番はボディの糸リフト脂肪筋と併用するものですね。で最後は、タミータックとかボディの切開リフトになります。こういったものを組み合わせて、ボディラインをねより洗練したものに整えていくっていうのがボディの施術の深みかなと僕は思ってますね。はい、今回はね、ボディを中心に皮膚のたるみについて原因と、治療法について解説しました。結構ね今後たるみ治療っていうのは主流な領域の施術になってくると思うので、脂肪筋包協と一緒にねたるみ施術の動画も見たいという人は教えていただければ投稿もしていこうと思うので、今後もね、ボディや脂肪筋包協に関する動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。